日本相手にオープンにやり合うのは危ない。日本はただ強いって言うだけじゃなくて、なんかもう別格。日本相手だとどれだけやられるんだろう。負けても普通、勝てたら本当にありがたいくらいの感覚で見た方がいい。日本の選手はボールが足にくっついてるみたいに見える。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今日は2026年5月13日に行われた AFC-U17 アジアカップサウジアラビア2026日本対インドネシア戦の試合について、インドネシアサポーターと話していくよ。日本はもうワールドカップ出場は決まってるんだよね。そうだね。引き分け以上で1位通過だよ。この試合のメンバーを見ていくと、インドネシアは前の試合からスタメンを3人入れ替えてるね。それと、3試合スタメンで出てる選手は6人いるよ。半分以上が変わってないんだね。日本は前の試合からスタメンを7人入れ替えていて、3試合スタメンの選手はゴールキーパーの大下康生選手だけだね。さすが選手層が厚い。じゃあ今回はインドネシアサポーターのアリくんと妹をつないでるよ。スラマッシアン、アリです。スラマシアン、アリくんまたよろしくね。もうインドネシアは突破が厳しいよ。試合前からそんなこと言わないでよ。じゃあインドネシアの声を聞かせて。任せて。アリくん、インドネシアは試合前どんなこと言ってるの？試合そのものも大事なんだけど、それ以上にみんな突破条件の計算で頭いっぱいって感じだね。どの国も突破できる状態だもんね。日本戦の結果ももちろん大事なんだけど、中国対カタール、イエメン対韓国、ベトナムの結果までめちゃくちゃ気にしてる。特にカタールが U17 ワールドカップの開催国ってことで、みんなそこでかなり混乱してる。カタールは開催国枠があるなら、2位になった場合はどう扱われるんだって話になってるんだよね。直接対決で順位が決まったり、カタールがワールドカップ開催国だったり、いろいろ複雑だもんね。かなりややこしい。カタールに負けちゃったのが痛かったね。そう。鍵はカタール戦だったって見てる人もいる。つまり、日本戦だけじゃなくて、ここまでの積み重ねでインドネシアの状況はかなり難しくなってる。選手についてはなんて話してるの？若い代表の課題はボディバランスだって言ってる人がいるね。日本戦はどうなるって言われてる？インドネシアが1-0で勝つ。日本が 3-1 で勝つって予想もある。インドネシア 5-0 希望っていう願望もあるね。でも一番多いのは、まず負けないでほしいって空気が強いよ。バラバラだね。勝てたらもちろん最高なんだけど、今は無理に勝ちに行くより、とにかく引き分けでもいいから結果を残してほしいって考え方がかなりあるね。ワールドカップ予選の時のような強気はなくなっちゃったね。そうそう。日本相手にオープンにやり合うのは危ないって見てる人が多くて、しっかり守ってチャンスがあればカウンターって考えだね。守りが大切ってことだね。本当にそう。とにかく大崩れしないでっていう気持ちがすごく強いんだよ。日本はアジアでは強いもんね。日本はかなり強く見られてる。こっちだと日本はキングだし、普通に格上って感覚が強いよ。リスペクトもあるけど、それ以上に正直ちょっと怖い。日本相手だとどれだけやられるんだろうって不安を持ってる人もかなりいる。インドネシアもここで勝ったらワールドカップに出られるんだから頑張ってよ。いや、日本はただ強いっていうだけじゃなくて、なんかもう別格って見てるから、こっちでも不安が先に来る人は多いよ。応援してる人はいないの？もちろんいるよ。厳しいのは分かってるけど、それでもガルーダムだ、頑張れっていう感じだね。ガルーダって久しぶりに聞いた。無駄。若いガルーダたちってことだね。期間だけじゃないんだね。まずは落ち着いてほしい。日本相手ってだけで相当大変だから、まず試合を壊さないことが大事。引き分けでもいいの？とにかく負けないこと。その価値をすごく感じてる人が多いね。じゃあ試合開始だよ。日本頑張れ。ガルーダムだ。前半終わって1-0で日本がリードだよ。外しすぎだけどいいぞ日本。アリくん、インドネシアはどう？インドネシアはかなり重い空気だよ。怒ってる人も多いし、落ち込んでる人も多い。でもその中で、そもそも日本相手に期待を高くしすぎるなって考えてる人もいる。期待しすぎるなってこと？日本が相手なら最初からそんなに簡単な試合じゃないってこと。負けても普通、勝てたら本当にありがたいくらいの感覚で見た方がいいって感じだね。日本とのレベルを考えたらそうなっちゃうのかな。そう。インドネシアってサッカー熱がすごいから、サポーターの期待も高くなりやすいんだよ。でも今のチームの質を考えたら、そこまで求めすぎるのは違うんじゃないかって話になってる。厳しいけど冷静な意見なんだね。
そうだね。怒ってるだけじゃなくてちゃんと現実を見ろ。っていう声もある。でもやっぱり、日本との差を感じてる人は多いの？めちゃくちゃ多い。今一番出てるのは、個人技術の差だね。日本の選手はボールが足にくっついてるみたいに見えるのに、インドネシアの選手はボールを持ってもすぐ奪われる。そんなに違って見えてるんだ。技術差が天と地くらいある。ボールを止める、運ぶ、落ち着いてパスを出す、そういう基本のところで差が出てるって感じてる人が多いね。日本は子供の頃からそういうことやってるからね。そうなんだよね。日本は若い年代でもボールを持った時に慌てない。逆にインドネシアはプレスを受けると一気にバタバタする。技術があるから落ち着きも出るのかも。そこが大きいんだろうね。日本は冷静に見えるし、インドネシアは焦ってるように見える。だから単純に上手い下手だけじゃなくて、試合中のメンタルの差も感じられてる。サッカーはメンタル大切だよね。そうなんだよ。日本って名前に飲まれてるんじゃないか。試合前から相手を大きく見すぎて怖がってるように見えるって言ってる人たちもいるんだ。確かに帰化選手ばかりの A 代表が日本に6対0で負けてるし強いって思っちゃってる可能性はあるよね。まるでキャプテン翼と戦ってるみたいに、日本は絶対倒せない相手だと思い込んでるんじゃないか。みたいな皮肉もある。キャプテン翼人気だね。後監督への不満がかなり出てるよ。特に多いのはロングボールばっかりって不満だね。攻撃の形が少ない、単調、何をしたいのかわからない。前に蹴るだけに見えるから、サポーターはかなりイライラしてる日本相手にそれをやっても簡単に回収されるだけじゃないかって感じ。でもまだ1対0だよ。前半の内容自体にも失望かなりしてるんだ。ボールを持ってもすぐ失うから攻撃できなくて守るだけになってる。見てて眠くなるって声まである。深夜だもんね。そういう意味じゃないと思う。チームとして何をしたいのかわからないっていうのが一番大きいかもしれない。日本が強いのはわかるけど、それでもインドネシア側にやりたい形が見えない。だから怒りが強くなってる。自分たちのサッカーを見せてほしいってことなのかな。まさにそれ。日本がうまい、強い、落ち着いてる。それに対してインドネシアは焦る、蹴る、失う、また守る。そう見えてるからかなり苦しい空気になってる。後半に向けては何か言ってないのかな。少しはあるよ後半に変化が欲しいって思ってる人もいるし、ガルーダムだ、頑張れって声もある。ガルーダムダは定着した言葉なんだね。日本の男子はそういうのないのかな。アンダー世代の男子はないんじゃないかな。他以上の結果次第ではまだ可能性がある。だからこそ後半になんとか食らいついてほしいって気持ちは残ってる。でも諦めムードの人もいる。サポーターが途中で諦めるのは良くないよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。じゃあ後半見ていくよ。試合は3対1で日本の勝利。全勝で1位通過だよ。去年と違って全勝だね。おめでとう日本。アリくん、インドネシアはワールドカップ出場がなくなっちゃったけど、どんな雰囲気なのかな。今はもう正直驚きよりもやっぱりこうなるよねって空気が強いかな最初から予想できたって感じの人も多い。ショックというより予想通りって感じなんだ。もちろん悔しいよ。でも今回かなり多いのは日本との差を改めて見せられたっていう反応だね。日本はもうかなり遠い存在。インドネシアと比べると同じ U17 でも完成度が違う。そんなに差があるように見えたんだね。日本は新しい選手が出てもちゃんと質を保てる。そこが大きいんだよね。選手が変わってもチームとして崩れない。インドネシアは少し何かが変わると一気に落ちるように見える。それが日本の強さでもあるよね。そうそう。ただ日本に負けたっていうより、日本はサッカーの土台が違うって見方になってる。こっちは監督が変わる、選手が変わる、その度に安定しない。でも日本は誰が出ても一定のレベルを保ってくる。インドネシアはうまくいってても監督変えちゃうもんね。3-1で済んでよかったって言ってる人もいるくらいだからね。日本は世界的にもかなり遠い存在。インドネシアはまだ並ぶ段階じゃないって感じなんだよね。いきなりは強くならないもんね。日本は努力してサッカーをしてる。インドネシアは祈ってるだけ。何がそんなに違うんだろう。一番は質の安定感だと思う。日本は選手が入れ替わってもちゃんとチームとしてプレーできる。インドネシアは目標は高いのに選手の質や監督の質が追いついてないって見られてる。ワールドカップ出場を伝統にしたいなら、まず質の高い監督、育成年代の仕組み、アカデミーやクラブの環境、そういう土台が必要だ。底なしで夢だけ語っても冗談みたいに見える。試合内容はどんなこと言ってるのかな。パスやコントロールがバラバラ。ボールを持ってもすぐ相手に渡る。プレスも歩いてるように見える。ゴールキックも前に蹴るだけ。っ
って言われてて、それだと日本相手にはかなり厳しいよね。日本はそういうミスを見逃さないし、逆にインドネシアはビルドアップが見えない。ロングボールで走って祈るだけって感じなんだもんね。ロングボール批判は試合後も続いてるんだね。続いてるね。今のインドネシアは細かくつなぐとか下から組み立てるとかそういう形がなくなってる。だから昔の暗黒時代に戻ったみたいに感じてる人もいる。前はもっと良かったの？ STY の頃はもっと戦う姿勢があった。もっとファイトしてた。もちろん STY にも反論はあるけど、今と比べてあの頃の方が良かったって感じる人は多い。ワールドカップ予選の日本と試合をした1試合目にインドネシアの監督をしてたシンテヨンだね。そう。監督も大事だけど、日本や韓国は何十年もかけてここまで来てる。中国も莫大なお金を使って少しずつ進歩してる。だからインドネシアも施設、資金、地方までの普及、育成、腐敗問題、そういうところから変えないと無理だって。そこまで大きい話になるんだ。でも3対1なんだし、いいこと言ってる人はいないの？少しだけいたよ。守備はそこまで悪くない。あとはハイプレスをどう抜けるかだ。批判ばかりじゃなくて最低限応援しようっていう感じで。でも1点取ったんだし喜んでる人もいるでしょ。1点取ったことに触れてる人はいなくて、3対1は大敗だろって見てるんだよね。3対1は大敗なんだ。でもこの敗戦は予想通り。インドネシアからはこんな感じだね。アリくん、話聞かせてくれてありがとう。インドネシアは今年はワールドカップに出られなかったよ。それじゃあミンピーンだ。ミンピーンだ。葵さん、ひなちゃん、中国がカタールに勝って2位でワールドカップ出場を決めたよ。リー君おめでとう。それは中国でも大盛り上がりだね。勝ち上がれたこと自体は喜んでる人もいるんだけど、手放しで最高だとはなってないね。意外。もちろん嬉しい気持ちはあるよ。でもかなりギリギリだった。子供たちが頑張った。でも運営とか監督側には不満があるんだよね。ワールドカップ出場だし、もっと喜んでるのかと思った。中国サポーターからすると素晴らしいというよりハラハラさせられただけって感じなんだよね。いいカードを持ってたのにめちゃくちゃ苦しい展開にして、あと少しで台無しになるところだった。それは監督への不満があるってこと？あるね。退任してほしいっていう声もある。ワールドカップ出場を決めたのに。厳しい声はあるけど、子供たちはよくやった。これからも前を向いて走れ。冷たい視線や嘲笑に向かって戦えって応援する声もある。ワールドカップ決定は嬉しい。でも同時に嬉しいからこそこのチームをちゃんと良くしてくれっていう気持ちが強いんだと思う。 U17 ワールドカップは中国は21年ぶりの出場だね。なおさらもっと喜んだらいいのに。子供たちは称える。でも大人たちは浮かれるな。ワールドカップを決めた今こそちゃんと問題を見ろ。そんな感じで言ってるんだよね。ワールドカップを決めた中国からはこんな感じだよ。浮かれまくってるかと思ってたから意外だったよ。本当だね。リー君ありがとう。それじゃあ大家再见。再见。日本は無事ノックアウトステージ進出だね。3連勝だし頑張ったね。このグループの最終順位を確認しておくよ。初戦で勝ったインドネシアが最下位なんだ。残念だったね。というか中国が2位じゃん。日本が3勝で他が1勝2敗で並んだから、純粋に得失点差で順位は決まったね。カタールが3位だしインドネシアがいろいろ計算してたことは意味なかったんだね。カタールはワールドカップ開催国で出場できるし、このグループはインドネシアだけがワールドカップに出られないことになったね。アジアからはどこがワールドカップに出られるの？じゃあノックアウトステージのトーナメント表を見てみようか。ここに書いてある国がワールドカップ出場だよ。あ、ベトナムがいる。去年終了直前にワールドカップ出場を逃したから嬉しいよね。ということはタイが負けちゃったか。そうだね。日本はタジキスタンと試合だよ。今年の親善試合で1対0で勝ったタジキスタン。今回も勝ってくれ。北朝鮮は負けたんだね。北朝鮮は大会を直前に辞退したから出てないんだよ。貴重なアジアカップ出場枠をドタキャンするって、居酒屋ドタキャンするのとはわけが違うんだよ。なんで辞退したの？それが発表されてないからわかんないんだよね。そっか。最初から出なかったら他の国が出られたのに。日本対タジキスタン戦はいつ？日本時間5月16日、1時キックオフだね。ということは5月15日25時だから金曜日の夜中だね。ちなみに日本は去年ここで負けてるよ。去年を超えるぞ。1試合でも多く試合しよう少年たち。じゃあ今日は終わるよ。ご視聴ありがとうございました。日本はノックアウトステージどこまで行くと思いますか？コメントに書いていってくださいね。私は優勝すると思って応援しますよ。ご視聴ありがとうございました。